今日はですね、エクササイズをしてしなやかなね、女性らしいボディラインになろうと思ったのに、寸胴でマッチョになっちゃった人についてのお話です。女性でね、エクササイズされる方っていうのは、やっぱりしなやかなね、女性らしいボディになりたいなって思われてる方がね、多いと思うんですよね。で、よくあるのが、深層のね、筋肉を鍛えましょうっていうのがね、あると思うんです。その表面のね、筋肉を鍛えると、やっぱ男性らしいというかね、シックスパックとか、できるのいいんですけど、ちょっと男性らしいですよね。マッチョっていうか。でも女性ってもっとしなやかなね、筋肉をね、つけていきたいっていうことで、深層のね、筋肉を使いましょうって書いてあるんですよ。で、確かにエクササイズの方法もいっぱい載ってるんですよ。で、多分皆さん頑張ってるんですよ。だけど、あれみたいな。なんかどうもしなやかになんないけど、なんかマッチョになったわ、寸胴になったわ、みたいなね。確かにぽっちゃりはなんないんですよ。やるから。脂肪は減ったけど、どうもしなやかな体ではないぞっていうことがね、多々あるんですよね。で、深層の筋肉ってやっぱり使うと、もちろん美容のね、その見た目の部分もいいと思うんですけど、中にね、やっぱ子宮とかね、内臓とか入ってるので、健康の部分でもね、とってもいいと思うんですけど、エクササイズの、やり方というか、本質を捉えてないとですね、結局表面に効いて、なんかマッチョになりましたっていうことにね、なってしまうので、今日はどうやってやったら深層のね、筋肉をね、使えるかなっていうところをね、考えていきたいと思います。で、ちょっとね、いくつか実験しながら皆さんにもね、体感していただきたいと思います。で、このね、動画、前から見てくださっている方はお察しの通り、今日も骨盤の傾きについてのお話をします。で、やっぱりそのエクササイズって骨盤の傾きすごくね、大切なんですよ。で、前回の動画で、ピラティスをね、やって腰が痛くなっちゃう人っていうお話をしたんですけど、その時も寝た時にね、骨盤の傾きが骨盤後傾になってるのか、それとも骨盤がややね、前傾になってるのか、で、腰がね、痛くなりますっていう話をしました。で、今日はその骨盤の傾きで、どれだけ効いている筋肉にね、働きかけている部位が変わってくるかっていうことを皆さんにね、体感していただきたいと思います。早速行きましょう。仰向けにね、ちょっとね、寝てみましょう。はい。で、このままですね、足をちょっとね、上げていただきたいんです。で、何も考えなくていいですよ。両方のね、足を上げていただきたいんですよね。で、今、これ、私ね、腰の下にちょっと隙間があるんですけど、皆さん、もしかしたら隙間ないかもしれないですけど、わざとですね、この隙間をクッと潰して、骨盤を自分の方に傾けます。そうすると、私の喋ってる声でわかると思いますけど、これ私苦しいです。喋れません、今。なんでかというと、溝落ちとか、表面の筋肉が硬くなっちゃうんですよね。力がすごく入っちゃいます。じゃあ、腰の下をちょっと開けてみましょう。呼吸がね、私しやすくなります。で、この表面の筋肉がね、ちょっと緩めます。もう一回詰めてみましょう。詰めると、ほら、私喉が閉まるから声がね、出にくくなるのがわかると思うんですけど、呼吸もしづらいし、表面の筋肉に効いてます。はい、腰開けてみましょう。そうすると、お腹の下の方にね、ちょっと力が入ってて、上の方は抜けてますね。反対に詰めると、上の方に効きます。はい。どうだったでしょうか？少しね、違いが分かったと思います。なので、骨盤が後傾の状態だと、エクササイズすると表面の筋肉に効いちゃうんですよね。そうすると、表面、シックスパックはね、一番、腹直筋は一番表面にある筋肉なので、あのままエクササイズを続けたりとか、いわゆるこういう体育のね、時にこうやって起きてくるものを続けると、シックスパッ
クができるかもしれないですけど、なんかしなやかな感じにはね、ちょっとならないんですよね。で、深層の筋肉っていうのはやっぱこう下腹部とかね、この脇とかね、ほんと中に入ってる筋肉に効かせていきたいエクササイズっていうのは骨盤が前傾の状態で呼吸をしながらね、行うっていうのが大切になります。なので、まずは骨盤の傾きが自然と前傾になるっていうところが大切なんですよね。難しいですよね。なかなかね、深層の筋肉をと思ってやったら全然違うじゃんっていうことにやっぱね、なってしまうんですよね。で、多分私も昔そうだったんですけれども、今ね、やってると、これだと表面に効いてしまうなっていうのがわかるんですけど、多分最初のうちっていうのは表面に効いてるのか、深層に効いてるのかわからなくって、書いてあることをそのままやるっていう方がね、ほとんどだと思うので、今日は一つ、深層にね、効くエクササイズを注意点と一緒に皆さんとね、やってみたいと思います。ではですね、足の裏と足の裏をくっつけた状態で仰向けに寝てください。はい。で、この時に、もしね、足開く方がむしろ大変っていう方は、これでもいいです。ただ、これどうしてこういう風にしてるかっていうと、足がね、床についてると起き上がってくる時に太ももにキュッていきなりね、力を入れてグッと起きてくる方がいるので、こういう風にね、足を開いて太ももにね、力が入りにくくしてます。大変な方はこれでもいいですけど、これでやる場合は太ももに力を入れないように意識してください。はい。で、頭の後ろで手を組みましょう。はい。で、お腹はえぐれてる状態。内臓物がね、上にクーって入ってくるような感じ。で、えぐれてる状態にしましょう。で、腰の下は自然と隙間があるかなっていうのをチェックしてください。この時に自然と隙間がない方は、動画を前に戻って、ね、腰の下にナチュラルに隙間ができるような方法を学んでからこれやってくださいね。はい。じゃあそしたら頭の後ろで手を組んで、息を吸って、吐きながらちょっと上半身を起こしてみます。ふー。で、この時に膝は開いたまま、肘は開いたまま、顎は詰めないように気をつけます。はい、吸って下ろします。はい。で、今みたいに起きてくるんですけど、もう一つ気をつける点があって、起きてくる時に、このね、骨盤のここのゴリゴリした骨があるんですけど、こことこのあばら骨の一番下のところ、この隙間を詰めてしまうと表面に効いちゃうので、ここの間を詰めないつもりで起きてくるっていうのをやりたいと思います。いきますよ。それでは息を吸って、吐きながら、起きてきます。この隙間を詰めないようにしましょう。でじゃあわざと詰めてみますよ。そうすると表面にね、効いちゃいます。詰めないで起きると、お腹のね、下の方に効きます。はい、吸って下ろします。もう一度行きましょう。吐いて、起きます。そう。目線は遠く、顎を開けて、骨盤と肋骨の間開けときます。はい、吸って下ろします。はい、OK です。これをですね、1日2回でいいですよ。2回で。その代わり、正しくやらないと意味がなくって、表面にね、効いてしまうので、正しい方法だったら、ゆっくり呼吸して2回で大丈夫です。で、これ正しいの？正しくないの？って多分ね、よくわからないっていう方が多いっていうのが正直なところだと思います。なので、私はこのね、YouTube 動画で皆さんにね、いろいろな方法をお伝えしてますけど、本当にいいのは、やっぱりね、リアルでレッスンを受けていただくことだと思ってます。なので、スタジオ遠い方はなかなかスタジオにいらっしゃることできないので、今ね、オンラインサロンの方で、ズームレッスンを行っているので、ぜひね、本当に人それぞれなので、見てやるだけじゃなくって、きちんとね、根本を理解した上でレッスンをしていただきたいと思ってます。あ
と継続することもね、大切です。ちょっと見てやって、なんか分かった気がするっていうのだと、なかなかね、変わっていくこと難しいので、ぜひね、レッスンも受けていただけたらと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。